今日はカローラツーリング。カローラツーリングに乗って感じた印象で、乗り味をメインに内装と大きな声じゃ言えない話、それからどうでも良いようなつまらない話と続けていきます。ではまず全体的な印象。カローラの特徴といったらこれじゃないかなって自分が思った点を3つ挙げていきます。まずは乗り心地と静粛性。乗り心地かな。そう、この乗り心地がもう全然ね、車の動画とか見ないよっていう方ですとか、あとかっこいいからちょっと動画見てみようかしらっていった方ですとかね、そういった方々含めて幅広い層に、多くのね、多数派層に刺さるであろう乗り心地。で、この乗り心地がね、ふわふわ、そんなにね、こう大きくふわふわする乗り心地ではないんですね。でも、どこかしらで衝撃を抜いてくれている。で、その代わりとくるのが、ダイレクト感を失っているところなんですけれども、そうしたね、すごく車好き以外の多くの層に刺さるであろう乗り心地。これがね、素晴らしいと思います。あと、静粛性もね、おっと思えるポイントがありました。で、次が価格的な魅力。このカローラツーリングがね、マイナーチェンジで少しずつ上がってきましたけれども、それでもね、210万円スタートで、今日紹介しているカローラツーリングはグレード G233 万円です。で、そうね、装備面としても LED ヘッドライトとか本革ステアリング、電動パーキングブレーキ、あとディスプレイオーディオもついてヘイトヨタも使えて、そこそこはね、それなりには揃っています。で、自分がこのクラスの中間グレードとして求めたいのは、ブラインドスポットモニターといったぐらい。で、これはね、オプションになります。で、そうね、このしっかり C セグメントの見た目、乗り味、サイズを持っていて、この価格。ここがね、素晴らしいなと思います。で、カローラらしいですよね。カローラを求める方にはきっと刺さる。で、3つ目がエンジン。エンジンはね、すごくいいと言いたいわけではないんですね。ただ、このエンジンの3気筒 1500cc、トヨタで B セグメントでも多く使われるエンジンで、これのエンジンのネガティブなところが目立ちにくい。カローラと組み合わせることで、嫌なところがね、目立ちにくい。ここがね、素晴らしいと思いました。で、それでいて、燃費はカタログ値で19キロですし、自動車税もね、今 1500cc クラス下がりまして、25,000円ぐらいだったかな。25,000円ちょっとですよね。この安さ、ランニングコストとかね、維持費の安さ、ここがね、素晴らしいですよね。ということで、じゃあ具体的に見ていきますけれども、ちょっとエンジンからいきましょうか。エンジン、どんな感じかっていうとね、自分が初めてこうエンジンをかけたとき、この時にね、思ったよりこう滑らかに、シュンとね、何事もなかったように、そーっとエンジンがかかってびっくりしましたね。どうしてもやっぱり今までのイメージって残っていまして、そんな感じでエンジンかかるのかなと思ったら、全然違って、言われなきゃ3気筒ってわからないぐらいっていうか、そうだそうだ。自分も分かりにくくて、エンジンルーム見に行ってね、一回止めてエンジンルーム見に行って、3気筒っていうのをね、確認したぐらいです。今日の車は2023年式で、2022年の10月に、マイナーチェンジで3気筒の 1500cc に変わりました。で、その前は 1800cc で、あと合わせてね、サスペンション、足回りなんかもリセッティングされたそうなんですね。で、そんな車で、エンジン、うるさいところはね、もちろんですけれども、静かなところでエンジン切ったりかけたりしてみても、やっぱりね、エンジンの存在感が薄い。ここがね、すごく印象的でした。で、乗ってもね、そうですね、振動はちょっと目立つところはありますね、やっぱりね。少ないんですけれども、よく抑えられているんですけれども、微妙にね、手にピリピリ伝わってきて、ちょっと手うざいな、ちょっとハンドルから手離したいなと思うところがね、巡航中に、ちょっとあったのはね、事実です。でもね、そう、エンジンの存在感薄くて、やっぱりね、こう大きくて立派なボディに乗ると、同じエンジンでもね、もう全然表情を変えるというのを改めて感じました。で、加速中もね、エンジンはね、結構静か。音質的にはね、この M15A というエンジンらしい音、ビーって言った音でね、B からつながるところでビートに乗ってみたいな音なんですけれども、じゃあちょっと踏みます。はい。音量的にはね、かなり抑えられていて、シエンタとかヤリスとかあの辺より静かに感じられます。明確に静かですかね。前回加速中でも、そんな前回踏んでないような感じっていうのかな。そういったところがあります。で、加速感で言いますと、加速力でもいいか。ちょっと踏んだ時にはね、CVT がなるべく低回転を使おうとするので、ちょっと反応は今一ついったところでしょうかね。もちろんこれは一長一短ありまして、
回転数が低くて、そこでアクセル回路の大きい領域を使うと効率がいい、ロスが少ないというのがあります。でそれから、なるべく低回転で加速した方が大きい車感が味わえるというのがあります。でそうしたところもあってね、そんなにいきなり加速型のギアに変えて回転数上げてシュンと出ていくよりは、なるべく低い回転数を使って加速を始めて、そのまま加速というか回転数を上げていくといったところがね、このカローラツーリングの特徴かなと。なので、ずっと踏んでればね、グイーンっていずれは高回転の方に行って伸びていきますけれども、ちょっと踏んでちょっと離しちゃうところなんかはね、苦手といえば苦手でしょうかね。でその代わりに落ち着きのある加速感が味わえると、そういった印象を受けました。では続きまして内装。内装は別の動画を上げていますので、さらっといきます。じゃあまずインパネ周辺から見てみますと、こうやってね、写真を見ると、自分が目がいっちゃうのは助手席前の感じ、ちょっと突っ張ってるような感じで薄べったく感じられるとか、ドアのね、パネルの上の方が少しそっけないというか大味さに見受けられる部分、こういったところに目がいっちゃいますけれども、実際見るとね、そんなことはなくて、特徴的と感じられる部分もありました。その特徴的と感じた部分は、天地方向にね、深みのある造形。横から見た時にセンターコンソールとかね、前が高くて後ろが低い。あと、ドアトリムを見ても、肘を置くところ、腕を置くところが前下がりなんですよね。結構ここ前下がりの車って珍しいと思います。で、グリップの部分、ここは下がって登ってと、立体的にね、優雅になっていて、で、シルバーの色が入ってこれを強調している。こうした部分がね、いいなと。で、あとね、細かいとこ見ても、例えばシフトセレクターの周りとかね、やっぱりここ段差がはっきりしていて、で、ステッチも入っていて、ここが強調されている。よくあるのは、奥行きにね、深み、立体感を持たせて立派に見せている車。という造形は結構見受けられますけれども、このカローラツーリングですと、特にこのね、上下方向、天地方向に深みがあるというのをね、感じました。で、あと、ナビの周辺。このね、今の車についているこのディスプレイオーディオですと、視覚的にはね、左前を見るときにね、邪魔になるとか圧迫感があるという感じは受けませんでした。やっぱりね、こういうのも、慣れちゃうのもありますけれどもね。ただね、縁は太くて、なんでこんな縁太いんだろうと。もしかしたら耐久性とかね、その丈夫さの関係もあるのかなと思ったりもしたんですけれども、結構ね、ここ光沢パネルでね、目立つと言ったら目立ちます。で、あとは、シート。フロントシートね、しっかり腰を奥に押し付けて座ろうとすると良さが味わえます。これ、トヨタ車でたびたび口にしてますから、もしかしたらね、トヨタのシートの特徴かもしれないです。腰の低い位置のあたりがね、すごく密着します。だらっと座った時にはね、そんなに良さを感じないというか別に何でも一緒なんですけれども、むしろね、もうちょっとボリューム感があった方がいいとかね、思われるかもしれないですけれども、ぴったりね、体をシートに押し付けて座ろうとすると良さが感じられるシートだと思いました。で、あとね、サイドサポートとかも低めで柔らかいのでね、乗り降りの邪魔にはなりませんでした。で、あとエアコンの操作部。ここはそうだよね、使いやすい部分ともうちょっと望む部分が一つずつというか大体は使いやすいといった感じです。大きくはね、オートのボタンが別に用意されていて、押しやすいです。もう分かりやすい。いきなり乗ってね、よく分かんないからオートだけポンと押すと言ったらね、これはオートがすごい分かりやすい位置にある。で、そのすぐ下に、左下にオフのボタンがありますので、これもね、分かりやすい。よく分かんなかったらこのオートとオフだけでいいですからね。で、あと、夏場冷房を使っていると、自分はね、車を止める1分ぐらい前に AC をオフにするんですね。つまり送風にして、その中の冷気を取り除いてから止める。そうすると、冷たいところに湿気が集まるという特性が、なりませんから、臭くならない。家庭用のエアコンでもね、切った後、ずっとね、1時間ぐらい送風されてますよね。あんな感じを車でも AC というスイッチをオフにすることで、同じようにできる。で、この AC のスイッチが一番ね、左側に用意されています。一番離れたところ。で、これも中間にあるよりは分かりやすい位置なので、使いやすいですね。もうなんか直感的にポンって AC をオフにできる感じ。で、そうですね。こんな感じで価格を感じさせない内装というのはね、やっぱり感じまして。でもね、価格を感じさせてしまうところもあります。ごめんなさい。これはね、やっぱりどうしてもね、上級グレードの方がいいなと思うところはメーターでしょうかね。すごくオーソドックスで B セグメントのコンパクトカーと同じような作りで、普通のアナログタイプ。で、あとね、そのオードメーターのトリップの切り替えとかのスイッチがメーターから飛び出た棒で行うんですね。
このあたりがね、どうしてもしょうがないところといった感じです。そうしましたら、リアシート。リアシートは、そう思ったほどはね、自分の想像ほどは良くなかったというか、フロントシートが優先されたような感じを受けましたから、リアシートはね、そこまでじゃなかったといったところがね、本音です。やっぱりワゴンボディっていうとね、頭上の余裕とか、座った時の余裕が連想してしまうものですけれども、そういったことはなくてね、このプラットフォームが持つフロントシートが後ろまで下がって、その代わりシートレールもしっかりね、後ろの方まであってといったところがね、目立つというか分かりやすかったかなといったところでしょうかね。身長172センチの自分が座ると、もう全然スペース的には問題はないです。ただ、フロントシート一番後ろに下げると座れないというのはありまして、あと182センチの同僚が座ると、もう頭上はね、手のひら2枚ぐらい。座り方によっては髪の毛が当たっちゃうといったところで、あとシートのクッション的にも、見た目はね、普通のベンチシートといった感じで、でも座るところがね、意外とかっちり決まってるんですね。ここに座ってくれと。背もたれは中心部が柔らかいですし、あと座面もね、お尻の部分より前の、このシートの前の方がね、硬くなっています。これによって、ここに座ってこの姿勢で座りなさいみたいなところが決まっていてね、ちょっとこれがそうですね、乗り心地的にも硬いところが目立ってきたりとか、そういったところがありますかね。長時間乗ったらね、そのお尻がずれにくくてね、いいシートと感じられるかもしれませんけれども、短時間だとね、ちょっと嫌なところが目立つぐらいのリアシートでした。でもね、やっぱりワゴンボディですから、ワゴンって後ろに荷物を積むことも考えられて、結構ね、リアサスは固めに作られていることが一般的です。そうしたこともあってね、ちょっとやっぱり乗り心地とか着座感とか、いろいろ含めて、フロントシートほどではないと。そうそう。ただね、静粛性で言うとね、エンジンの音とかは、排気音がね、聞こえにくくて、気になりにくくて、そこに関してはね、いいなと思いました。では、乗り味の話に戻って、乗り心地の話題からいきます。価格とクラス、それから乗り心地の硬さと柔らかさ、あとフラット感とストローク感、こういった部分がね、もういろいろね、今出したシーンね、乗ってる時に口にして、それから前回の動画で使わせていただいたシーンです。でね、今でもね、やっぱりこれは思います。いつもね、乗って帰ってきて、それでホームページを書いて、動画何本も作ってるうちに、より考えとか表現がまとまっていくんですけれども、カローラでは今でもこの感じです。その乗り心地の柔らかさと硬さのバランス、それからフラット感とストローク感、このバランスが良くて、で、衝撃はね、別の部分で抜いてくれている。これが多くの人に好まれるであろうと思うところです。で、なんでそう思うかというと、やっぱりレビュー20数年続けてきてまして、その間にいろんな人と話してね、こういうのがいい、ああいうのがいいって言って聞いた意見です。車好きの方以外の方のね、意見も多分に含めた上で、多くの人に望まれるんであろうと自分が述べる理由です。で、この乗り心地がね、やっぱり低速4、50キロとかね、せいぜい60キロぐらいまでがね、すごくよく感じられて、それ以上だとまたちょっとね、印象変わってきますけれども、とりあえずね、よく使うであろう領域がすごく乗り心地がいいっていうのがね、一つ挙げられます。で、あと、静粛性。静粛性が静かと言いたいわけではないです。静かと言いたいわけではないんですけれども、好ましい静粛性っていうのかな。指向性が分かりにくい、どこで鳴ってるか分からないようなノイズというのがね、全体的なイメージ。その前の方、上の方、下の方、横の方とかではなくてね、ちょっと遠くで鳴ってるような感じの聞こえ方をするんですね。で、タイヤとか低い音はちょっと目立つ。なので、やっぱりその静かというわけではなくて、でもね、そのうるさいと感じにくい静粛性といったところです。どこでこっちので鳴ってるよとかね、近くで鳴ってるよっていう音はうるさく感じられますし、で同じ音量でもどこで鳴ってるかわからない音っていうのはね、結構静かに感じやすいですから、この辺りがね、静粛性のいいところかと。きっとこれがね、下回りに防音材をね、持って物量で攻めて静かにしていくと、こういった感じにはならなくて、でも狭い穴とかね、あちこちの穴とかを地道に詰めていった結果として、こうした静粛性が成り立っているのかなと。本当ね、昔でしたら、もうそれこそ今で言ったらレクサスみたいなね、高級車でなかったら味わえないような、遠くで鳴ってるような音、指向性の弱い音っていうのをね、カローラでもその一部をね、味わうことができる。この辺がね、やっぱり車の進化とね、言えるのではないでしょうか。といったね、静粛性で、続きましては、ブレーキに関していきます。
ブレーキはもうね、やっぱり多くの人に合わせているのかなといった感じでね、今回乗った車両がオドメーター2万キロでした。同じ車両に3日間乗ったんで、3回同じ車に乗ったっていうことになりますけれども、それで不大差かもしれないですし、そこはちょっとわからないといった上で、ちょっとストローク感が長くてね、その先でちょっと、立ち上がりが強いのか弱いのかわからないような感じでねばっとブレーキが効き始めるといったね、感じでした。で、このストローク感っていうのがね、例えば女性の方がヒールで乗られる方もいらっしゃるでしょうし、そうした場合ね、ドカンっていっちゃうと思うんですね。自分も自分の足のサイズより大きな靴、見え張って履く時なんかはブレーキ雑になりまして、そういった時にいいのかなっていったね、特性を感じました。でも細かく操作したりとかね、お上手な方が手前で繊細に操作したいとしたらね、ちょっと別の車をとなるようなところですね。で、あと、ハンドリング。ハンドリングも多くの方に評価されるような味といいますか、そう、カローラとしてね、ここがすごく統一されてますね。特性として感じるのは、まずパワーステアリング。これはね、切って戻してくる力が結構強くて、あと中心をね、ガシッと固めるタイプの感じです。で、このあたりがね、そんなに車に興味ない方でもね、乗りやすいと感じるんじゃないかなっていうのがね、自分が思ったところ。で、それ以外で言いますと、キビキビ感はね、そんなにないです。よっぽどね、ぐいぐい切れば別ですけれども、丁寧に乗ろうとするとキビキビ感は薄くて、あと、ダイレクト感。これもね、ちょっと希薄です。で、じゃあ、ダイレクト感については、大きな声で言えない話というところで話したいので、次のテーマ、大きな声で言えない話。今回は、ダイレクト感について述べていきたいなと思います。ダイレクト感ってね、切った感じですとか、細かく切っても車が細かく動く、それが感じられるですとか、あとその反応が早い、レスポンスがいいですとか、それから路面の感じが伝わってくるか来ないか、といった時にね、自分は使っている言葉です。で、今回のカローラで言いますと、乗り心地でね、サスペンションがふわふわでないのにどこかで衝撃を抜いている。この映画ね、多分ゴムだと思うんですね。タイヤとかサスペンション周りのゴムブッシュとか、あと場合によってはステアリング周りのゴムブッシュ。こうした部分で衝撃を抜いていて乗り心地が良くて、代わりにちょっとダイレクト感が犠牲になっているかなと。切っていつの間にかなんとなく向きが変わっているような感じというのを受けまして、あと路面の感じもそのデコボコがね、全部感じられるわけではない。このあたりがそうね、ここに関しての乗りやすさとか乗りにくさで言うと、あんまり乗りやすいわけではないと。自分だったらもうちょっとダイレクト感があった方が乗りやすいと感じます。ただね、助手席に乗っているとダイレクト感とかね、関係ないですから、それだったらね、もうこれはもう大歓迎。で、同じように運転していてね、ダイレクト感なんて関係ないわっていう方もね、もう何それって方も多いと思いますので、欠点と言ってるわけではなくてね、そう、あんまり運転がお好きな方ですとか、そういった方にはちょっともう少しここがあって面白い車というのも他にあるんじゃないかと、その特性としてね、挙げさせていただきました。で、続きましては、どうでもよいようなつまらない話。今回は樹脂製テールゲートの話をさせてください。カローラね、トントン叩いてみた感じね、リアのテールゲートが樹脂製だと思うんですね。これは併売されている、先代モデルでもあるフィールダーも一緒です。で、これによって、排気音がね、目立ちにくい。静粛性の部分でね、これ良さを感じます。で、代わりに、ネガティブな部分としてね、修理が難しいといったね、話をさせてください。自分が昔、板金屋の知り合いがいてね、ちょうど同い年の友達がいて、で、オールペンさせてもらったりなんかしてね、通った時、その時にね、ちょっと樹脂製テールゲートの話聞いたことがあるんですね。で、その時の話です。まずね、修理で言うと、ちょっとした凹みだったら補修が可能といったところです。パテをすごく薄く使うか、もしくはサフェーサーっていうね、下地を分厚く塗ってなんかごまかせちゃうような凹み。そういった部分はね、補修が可能と言ってました。ただ、もういかにもね、ぶつけちゃったってぐらい凹んだら、それはね、全交換になるそうです。理由は、やっぱりね、金属と比較して柔らかいですから、いくら柔軟性のあるパテを使ったとしても、パテが浮いてきやすいですとか、塗装のね、色合わせが難しい、変わってきちゃうですとか、あと、このパネルがね、ガラスを含めて全体で強度を出しているという設計なので、一箇所だけ凹んじゃっても全体としてはね、歪みが目立って立て付けがおかしいとか、もしくはね、全然違うところに衝撃が加わっても、根元のヒンジの部分がね、グイって変形しちゃったりなんかするようなこともあって、基本的には全交換ということでした。
で、これがね、やっぱりこう昔ながらの板金屋ですと、解体屋さんとかもね、知り合いにいて、そこ回ってくるとね、中古部品を見つけられるといったところもね、あるそうなんですね。まあ、あるということで、で、金属のハッチ、テールゲートだとしても、まあ、全体を変えちゃうこともね、あるみたいなんですね。まあ、なので、それ考えたらどっちもどっち。でもね、新品を取り寄せたとすると、そうガラスも一緒に交換して、もう軽自動車でも10万円を超えるって話をしてたのかな。まあ、ダイハツのね、車を売ってる板金屋だったので、そうダイハツ車の話になるんですけれども、まあ、そんな話をね、してたのをちょっと思い出しました。ということでね、まとめていきます。やっぱりこう、カローラっていう名前からね、想像そのまんまというのがね、今回のカローラツーリング、マイナーチェンジ後2023年式の印象です。まあ、本当、車に興味ない方ですとか、そういった方からも評価されて、で、形良くてね、これボディデザインすごく好きなんですよね。後ろがシュッとね、こう上がすぼまっていて、スタイリッシュさ、さりげなさっていうのかな、そういったところが重視されたボディデザイン。さらっとね、さらっと受け入れられる形。で、何年か見ても古さを感じないこの形がね、自分すごく好きで、まあ、それと、そのイメージと形と、これにとっても見合った乗り味だなっていうのがね、印象です。であと価格面の魅力。これは大きいですよね。すごくね、こう安くて C セグメントの良さが味わえる。まあ、ハイブリッドになりますと270万円ぐらいからになっていきますから、まあ、そこまでね、安いとは言えなくなってきますけれども、このガソリンモデルの特感というのはすごく高いなと思います。で、今ね、2024年の6月とか、ちょうどヤリスクロスがね、一時販売中止になっていることもあって、売上ナンバーワンということでね、登録台数かな、ナンバーワンとなっていまして、こういったところね、やっぱりこう評価されるといったところなんでしょうかね。といったところで以上になります。すいませんできましたらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。